会場も体もいい具合に温まってきたじゃねえか。これなら最高の一曲を披露できそうだ。緊張するけど楽しみだな。ああ、曲に乗せて叩きつけてやろうぜ。この先へ進んでいく私たちの決意を。プロデューサー、入るよ。おはようございます。おはよう。呼ばれた通り全員来たぞ。こうやって大勢で呼ばれたってことは何かでっかい仕事の話かい？プロダクションのアニバーサリー。内向けにはみんなでパーティーをやって、その後で外向けには大きなライブをやると。それまでいろんなお仕事で告知と宣伝か。忙しくなりそうだな。いやー、豪勢だね。パーティー用の格好を用意しなきゃじゃん。おいおい、なんて言ったってメインはこのライブだろう。この5人で歌わせてもらえるんですね。やりがいのある仕事だね。うん、任せてよ。だな。うちたちで最高に盛り上がるライブにしてやるよ。それだけじゃないってどういうことですか？何か別の企画があるの？それとも他に何かしてほしいことがあるとか？考える？何をだ？これまでとこれからどういう意味なんでしょうね。プロデューサーさんが言ってたこれまでとこれからって。これまでをきちんと振り返ってこの先の目標をきちんと持ちましょうみたいな、そういうやつじゃない？アニバーサリーっていうか節目ってさ、そういうもんでしょ。お正月の書き初めとかそういうことを言われるよな。うちああいうの真面目に考えるの苦手だ。つまんないし。リンさんはどう思う？それより先に、私もリンでいいよ。もう先輩でも何でもない仲間なんだから。そうか。じゃあリンはどう思う？プロデューサーが言ったことだからね。考えては見るべきなんじゃないかな。ロッカーは振り返らないなんてカッコつけるのは簡単だが、反省しない奴はうまくならねえし。リンの言う通り、あのプロデューサーさんがただ意味もなく形式じみたことを言い出したとも思えねえしな。確かに毎日忙しくてあっという間だったけど、いろんなお仕事をしてきたもんね、私たち。そうだね。一心不乱に走ってきたけど、この辺りで少し振り返ってみようか。よろしくお願いします。ありがとうございます。そうなんですよ。アニバーサリーって言われて、もうそんなに経ったんだなってびっくりしちゃいました。うん。たまには一旦振り返りでもしてみたらって言われたりもしたよね。
本当にあっという間だったな。新しいことが毎日たんで、ののやしょうこと曲を出したのがこの前みたいだ。そっか。あれももうだいぶ前なんだよね。でも、ミレイはなんだか、あの頃に比べたら、すごく頼もしくなった気がするよ。うんうん。すごく堂々としてるし、安定してるっていうか、お仕事もいろんなことができるようになってるよね。ありがとな。前は一つ一つのお仕事が不安でしょうがなかったし、ミスもしちゃってたけど、ちょっとずつそういうのも減ってきて、自分でも頑張れてる気がしてるんだ。そういう美穂だって可愛い系ばっかりじゃなくて、最近はいろんなイメージに挑戦してたよな。そうなの。大人っぽい雰囲気に挑戦してみたり、ツインテールになってみたり。楽しかったのももちろんなんだけど、私はもともと上がり症なのを直したいって思ってたから、こういうことができるようになったのが嬉しくて。これからももっといろんなことができるようになっていったらいいなって思いました。私は最近だと、ナオとカレンとユニットの曲を出したのが大きいかな。ぶつかり合って高め合えた、いい経験だったよ。ただいま戻りました。帰ったぞ。ただいま。ラジオのお仕事、終わったよ。今日も楽しくお話できました。いい感じだったと思います。ちゃんとアニバーサリーの宣伝もできたしな。で、プロデューサーはテレビの前で、休憩？始まるって。ああ、そっか。うずきちゃんが出てるの、今日放送でしたっけ？ああ、こないだ収録してたやつ。そっか、今日だったっけ？うずき、すごく楽しそうだな。自然っていうか、リラックスしてる感じだ。この番組には何度か呼んでいただいてますから。スタッフさんとも仲良しなんだって言ってました。お、どうしたんだ、リン。なんだか懐かしくって。デビューしたばっかりの頃は、誰かがテレビに出るってなったら、みんな集まって大騒ぎで見てたでしょ？そういえばそうだったな。うん、懐かしいね。そうだね。みんな忙しくなって、お仕事も増えて、一回のテレビ出演で大騒ぎしたりも、もうしないし。ライブだって演技だって今できないこともできるようになるって思うしな。プロデューサーさんと一緒にいろいろ乗り越えてきたからですね。ああ、プロデューサーが私たちに期待してくれてること。振り返りとこの先。振り返りって言えば、そうだ、私アイドルとしての夢がないって言われたっけ？これまでは目の前にあるお仕事にがむしゃらに取り組んで、それで進んでこれた。みんなも
その成長を実感してる。けど、これからもずっと、それでいいのかな。着いた着いた。なつきちゃん、今日のミニライブ、改めてよろしくね。おう、よろしくな。にしても、最近は京都といえば私、みたいなとこあるよね。イメージ戦略成功しちゃったな。いいじゃねえか。順調だな、羽衣小町。神宮でのライブも熱かったって聞いてるぜ。そりゃあまあ、私とサエハンのユニットだもん。そういえばあの時も、今回と似たようなことを考えたっけ？一つの節目に、過去と未来。アニバーサリーに向けてプロデューサーさんが言ってたことか。何かの参考になるかもしれないし、よければ聞かせてくれよ。ん？そんな大したことじゃないよ。過去の伝統と未来への変化、二つともがあるからこそ今なんだって。なんかそんな感じ？へえ、そいつはなかなか粋だな。今ねプロデューサーさんの意図はよくわかんないし、あんまり当てにされても困るけどね。おっと、そろそろ行こっか。京都のみんな、来てくれてありがとう。私たちのライブ、楽しんでくれた？今度プロダクションのアニバーサリーを祝ってもっとでっかいライブをやるから、そっちもよろしく。私は実家に顔出すからここで。じゃあね、なつきちゃん。おう、今日はサンキューな。ライブは大成功だった。けど、今ってシュウコの言葉を覚えてたからかな。ふと考えちまったんだ。今日、私たちはこのライブのために来たはずだ。なのに、本番直前まで考えてたのは、アニバーサリーライブのことだ。もちろん、アニバーサリーはでかい仕事だ。今から準備をしておくのは当たり前。だけど、私たちはいつから、次の仕事のことを考えながら、今の仕事に臨むようになっちまったんだ。もしもし、プロデューサーさん？悪いな。今大丈夫か？実は一つ、頼みがあってさ。おお、なんだかいつものライブとは全然違う雰囲気だな。路上でとはまた大胆だよね。私たちもそれなりに顔を売れてきてるのにさ。おおおお、人集まり始めてるね。私にとっちゃ、むしろ古巣に帰ってきた気分だけどな。少しだけって約束とはいえ、許可を取ってくれたプロデューサーさんには感謝だぜ。よし、機材の準備は OK。 覚悟はいいか、二人とも。始めるぜ。いやー、新鮮だった。結構面白いね。だろ？聞いてくれてる人の反応もよくわかるし。うちはちょっと悔しかったぞ。素通りしてく人いっぱいいたからな。そりゃ通り過ぎてくさ。むしろ今日なんてすげえ聞いてもらえた方だぜ。もっとみんなに聞いてほしかった。
まあ、いっつもライブに来てくれてる人たちは、私たちの歌を聴きに来てくれてるんだもんね。お客さんが違うんだから仕方ないよ。でさ、なつきちゃんはどうしたの？何がだ？いきなり路上で歌いたいなんて、プロデューサーさんにお願いに行ったって聞いたからさ。何か思うところがあるのかなーって。それはうちも気になってたぞ。どうしたんだ、なつき。はあ、それは、なんだ。初心に帰ろうと思ってさ。初心って、どういうことだ？アイドルになる前はさ、路上で歌っても聴いてくれるやつなんてほとんどいなかった。みんな素通りさ。だから、通り過ぎる人を振り向かせてやるって本気だった。聴いてくれる人の心を揺さぶってやるって必死だった。もちろん、その心意気を忘れたことなんてなかった。アイドルになってからだって、ファンのみんなにも、仕事にも、本気で必死に向き合ってきたつもりだった。けど、今日久しぶりにストリートで歌ってみて、わかったよ。いつの間にか鈍ってたんだ。私たちはさ、アイドルであることに慣れちまってたんだ。よし、みんな集まったな。パーティーの準備にライブの準備、忙しいのに悪いな、急に来てもらって。そんなことないよ。それで、何か相談事？ちょっと、みんなの意見を聞きたいことがあってさ。うちたち5人が任されたアニバーサリーライブ。プロデューサーが言ってたことをしっかり考えたいんだ。そうだね。私も気になってはいたし、ちょうどいいよ。ありがとな。で、どこから話したもんか。そうだな。例えばの話なんだが、ライブ中に歌詞を忘れちまったら、どうなると思う？どうって、うろ覚えのまま歌うしかないよね。本番中なら止められないわけだし。聞いてくれてるお客さんには申し訳ないですけど。足がもつれて転んじまったら？急いで立ち上がって、立て直すしかないよね。悔しいけど、それしかないな。だよな。私もそう思う。失敗したらすぐ立て直して、お客さんには謝って。んで、後で悔しがって、次のレッスンに励む。それだけだ。それだけで終わって、失敗しても次がある。私たちはもう、そう知っちまった。それは？プロデューサーさんに連れられてさ、初めてステージに上がった時のこと、覚えてるか？もちろん。レッスンはしてたけど、何もわからなくて不安だった。失敗しないようにって直前まで復習してたよ。すっごく緊張してた。私だってそうさ。ちょっと失敗したらもうステージに上がれねえって思ってた。でも今はどうだ？あの頃ぐらいミスが怖いか？いつの間にか慣れちゃってたんだな。プロデューサーさんと一緒に頑張ってきてさ、アイドルとして成長して、それと一緒に私たち何かが変わっちゃったんだよ。待って。それは少し良くない方に考えすぎじゃないかな。私たちだって毎日いろんなことに挑戦してるよ。
レッスンして勉強して、みんな真面目だし、誰も怠けてなんか。それは、そうだけど。でも、それだけでいいのかな？どういうこと？これは、私が聞いてみたかったことなんだけど。みんなの、アイドルとしての夢って、何？アイドルとしての夢？うん。舞台に出てみたとか、ドラマに挑戦したとか、新しい曲調の歌にチャレンジしてみたとか、できることを増やしていって、それで、みんなは何をしたいんだろうって。それは、うちは、ギターテクを練習することができる。新しい弾き方をものにする。それは挑戦で成長だ。でも大事なのは、そのギターテクでどんなロックを見せるかだ。技術があっても込める魂がなきゃ意味がねえ。私はロックアイドルになりたいって言ってきた。が、そうだよ。だけど、私はもうロックアイドルだ。その上で私が込めるもの。おいおい、案外難しいな。プロデューサーは確かにたくさんの挑戦をくれるよ。でもそれはさ、結局もらったものなんだ。プロデューサーが私たちのために用意してくれたもの。私たちの成長と努力のためのもの。頑張れば越えられることが分かってる。安全な壁。うちたちは、挑戦にも慣れちゃったってことか？私たちはみんな、プロデューサーさんにアイドルにしてもらったよね。アイドルになりたいっていうのを叶えてもらった子や、アイドルの楽しさを教えてもらった子、いろいろだけど、みんなそうだよね。そうやってアイドルになって、時間が経ってさ、周りのことはどんどん変わって、私たちができることも増えて。でも、私たちはいつまでもアイドルに憧れる女の子の気持ちのまんまだった。ま、そりゃそうだよね。実際アイドルになっても、私は私のまんまだし。生活は変わったけど、でも、それが日常だもん。慣れちゃったから、私たちの気持ちは変わらないままだったんだ。きっと、みんなそうだよ。今日も明日も明後日も、新しいお仕事があって、それなりの挑戦があって、でも楽しくて、明るい毎日がずっと続くんだって。そう思ってたし、実際そうだったと思う。だから、変える必要もなかったんだ。けど、私たちは気づいちまった。プロデューサーさんが言いたかったのは、これなんだ。私たちは現在に慣れちまって、停滞して、そんな自分たちにさえ気づかずにいた。プロデューサーに聞きに行くか？うちたちは、次はどうすればいいんだって。それは、ちょっと違う気がする。プロデューサーは、私たちの夢を手助けしてくれるけど、でも、夢をくれるわけじゃないから。この夢は、もらっちゃいけないものだと思う。それは、確かに、そうだな。けど、じゃあ、どうすればいいんだ？先へ進もう。
先へ？うん。先へ進んでいるつもりで、いつの間にか立ち止まっちゃってた。そのことに気づいたんだから、改めて進めばいいんだよ。でもさ、その先ってどこだ？それはまだわからない。だけど、だからこそ、まずは一歩踏み出してみないと。いきなりゴールは見えなくていい。それを探すんだから。まずは、私たちはこの先へ進みたいって示すんだ。それが最初の一歩。そうなりゃ武器がいるな。武器？ああ、新しい場所に進むんだ。戦うための武器がいるだろ。それってなんだ？私たちはアイドルだぜ。武器っていや決まってる。そうだね。行こう。私たちの意志を示す武器。新曲をもらいに。おはよあ、しゅうこちゃん、おはよおはよう、シュウコ。う。早いね、二人とも。何か話してたみたいだけど、何のお話？今ちょうど新曲の話をしてたの。そうだぞ。一緒に歌詞の意味を考えてたんだ。おっと、真面目なお話だった。まあいいか。私も混ぜて。もちろん。今考えてたのは、このステイアットザフロンティアってどういう意味なのかなって。フロンティアは直訳で、最前線とか未開拓の地だって。じゃあ、最前線に居続けろって感じかな。うち、なんとなくわかるぞ。お、どういうこと？誰かの後についていくのは簡単だけど、群れの一番前は誰の後にもついていけないからな。責任も重いし、立ち止まれないし、大変なんだ。だから一番強いやつが一番前を歩くんだ。立ち止まれないか。確かにね。アイドルもあっという間に新しい人が出てきて、CD とかテレビとか流行になるもんね。その人たちに追い抜かれないで最前線に立ち続ける。大変だね。前さ、インディビジュアルズでユニット曲をもらった時、リンにいろいろアドバイスをもらったんだ。あの時はリンが先輩だったけど、やっと追いついた。ここで追い抜いてやるって思ってた。でも本当の戦いはここからだったんだな。追いつくだけなら誰かの通った道でいいけど、追い抜くためには自分で道を開拓しなきゃいけない。最前線に居続けろって、きっとそういう意味なんだ。そうだね。それは確かに大変だけど、でもきっとすっごくやりがいのあることだよ。リエ、いつの間に？私もいるぜ。3人ともそろそろレッスンの時間だ。行こうぜ。あらら、時間が経つのは早いね。それじゃあ今日もみっちりしごかれてくるとしますか。頑張ろうね、みんな。
さすがに厳しいね。こんなタイミングで新曲なんてもらったら当然なんだろうけどさ。正直、本番までに間に合うのか。結構危ないかも。ライブ前のパーティーにはそこそこ穏やかな気持ちで参加したいんだけど、どうかな。際どいよね。大丈夫だ。うちたちならまだまだやれるだろ。自分たちを信じよう。それになんか楽しいよね、このぐらいの方がさ。わかるぜ。不安なぐらいの方が挑んでるって気になる。ああ、そうさ、こうじゃなきゃな。おうおう、やる気組というか根性組はさすがだね。きっついレッスンで生き生きしちゃって。そういうしゅうこちゃんも十分楽しそうだと思うな。気のせいじゃない？しゅうこちゃんはそんな暑苦しくないよ。ただなんていうか、デビューしたばっかの頃こうだったなって。それはうちもそうだったな。レッスンがすっごく厳しい気がして。いや、やっぱあの頃の方がきつかった。それはそうかも。私も毎日クタクタだったな。それを乗り越えてきたんだから、今回だって超えてみせないと。そうさ、過去の自分に負けるわけにはいかねえからな。守るべきは過去じゃない。だけど過去は未来へ進む力になるってね。それ、なんだか素敵だね。聞かれちゃった？独り言のつもりだったんだけど恥ずかしい。未来のことばっか見てると過去なんていらないみたいになるけどさ、デビューしたばっかりの頃の頑張りとか、いろんなお仕事ができるようになった時の嬉しさとか、そういう記憶があるから次も頑張れると思うんだよね。夢だってきっとそう。一番そこにあるのはずーっと子供の頃に憧れたキラキラしたものなんだよ。わかる気がする。アイドルになれて嬉しいって気持ちや、新しいお仕事に挑戦してドキドキした気持ち、アイドル仲間とお泊まり会をした時の楽しい気持ち、そういうのも間違いじゃないから。先に進めるのはここまで来れたおかげだから。過去に感謝しないと。過去を大事に思ってるからこそ、ここまでの思い出が幸せだからこそ、それを嘘にしないために先へ進もう。そうだね、進もう。最前線に居続けるために。それがアイドルだと思うから。